今年70歳の古希を迎える、ミッキーさんの古希プロジェクトの一環でお送りする YouTube インタビューシリーズの第2回、今回はコンポジションミッキーよしの作曲術を語るということでお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さまざまな時代本当にいろんな作品をこれまでに作曲編曲時にはボーカルも取ってこられたミッキーさんですけども、作曲のスタイルって言ったらあれなんですけど、どうやってぶっちゃけ曲を作ってらっしゃるのかな。やっぱりイマジネーションだろうね。詩がある曲はまた別ですけど、メロディーを書く場合だったら何を思うか、例えばこう海とか山とか離れ島とかそれとかいろいろあるんじゃないですか。そういうのをこういっぱいこうイマジネーションできればそれが基本になりますね。で僕は横浜の前が海だったんですね。でいつも日の出がちょうど東からこう上がってきて、それで海がっていうそういうところに住んでたんで、最初のそういうのをイメージするとこれがね17歳の時に書いた曲なんですけど、サンライズって言ってこれ初めて僕のこれ作家として作曲家のデビューの曲なんですけど、石川明さんっていうねアフリカンなもともとドラマですけどカウント・バッファローっていう、ジャズロックのバンドがあって、その石川さんに書いた曲なんですけど、そのイマジネートする風景が一つ捉えられればというか、ミッキーさんの中で設定できればそこからは割と早いんですか。早いですね。だから僕は最初に劇版やった時はNHK の男たちの旅路っていうのだったんですけど、これ鶴田浩二さんが主役だったんですけど、海外の役者で誰が近いかなと思うとジャン・ギャバンかなとかねそういうふうに思って曲いくんですよね。とかこうやって人につけていくんですよね。色も大事ですね。結構冗談っぽいけど愛の色はやっぱりブルーだなと、藍色っていうくらいで、ブルーはどこのブルーかっていうと水平線のブルーなんですね。で空の青さと海の青さが交わったところで、そういうイメージでこう描いていくとこういうふうにそうやって曲を書いていくわけですね。お大悟でもそうですし、20代からもいろんなところ旅にも行かれてたじゃないですか、やっぱり海外で日本とは違う景色を見るとそこにやっぱりインスパイアされて曲作りたいなって思う瞬間も結構ありました。いやありますよね。だってアラブ系の方に行くと普通の音階が通じないじゃないですか。だからこう弾いててこういう音階弾くと相手も急に乗り出したりとかするんです。で普通に弾いてると全然相手は乗ってこないんですよ。でもいきなりそうするともうそこでいきなりセッションできるし、こういうのってありますよね。中国だったら黒鍵だけで弾くととかなんかこう、だからそこをどこを掴み取るかっていうのが一番大事で。ミッキーさんの中で掴まれたその心象風景なりイメージみたいなところが音になるから、音を聞いたらやっぱり情景浮かびますね。中国って言ったら中国の情景、アラブって言ったらアラブの情景がちゃんと浮かんでくるから、やっぱそこはすごいやっぱ筋道通ってますね。そうですね。やっぱりその音階っていうのはすごい大事だから、それで僕はやっぱり結構学校でいいことを学んでて、モードっていうのをこう習うんですよ。ジャズの理論だけど、このドレミファソラシドこれがアヨイニアンって言って、それの同じとこで「で」から始まるの。こ
れがドリアンってまあこんなようなのがあるんですよ。でこれを例えば同じメロディーだけど違う雰囲気にしたいなっていう時はそういうモードを使うんですよね。だからこれがこの感じとか。全部変わってくるじゃないですか。だからこういうのもだからアレンジが必要なんですよね。作曲と編曲ねは2つで1個のもんだと。メロディーがご自身の中でこう鍵盤と戯れてるうち浮かんでくると、ミッキーさんの中でこれはもう編曲するんだったらというかアウトプットしたりレコーディングするんだったらこういう楽器でこういう音色だなみたいなところまで割とじゃあもう並列にスーッと浮かんでくる感じなんですかね。そうですね。それとあとやっぱり構成でしょうね。まあ歌もんだと AB とか C とかあるじゃない、サビとねバースとか。でも普通のまあクラシックから始まって全部序曲があってこう変わっていくでしょ。ああいうとこも大事なんだろうなと思うんですけどね。だからずっとこう弾いててこの感じ。こういうふうに変わっていったりとかね。あとはメリハリとか。まあこんなのとかありますけど。だからまあインストの場合はこうやって作ってってどんどんいけばいいと思うんですね。であとやっぱりまあヒット曲っていうのはまた違うじゃないですか。その時にその時代に必要とされてるもんを誰かが選んでその作曲家が書くんだろうなっていつも思うんですよ。だからやっぱりこう世の中のニーズによってヒット曲ってやっぱり生まれるんじゃないかなと。例えばじゃあ五醍醐の曲の編曲とかそういうのもやっぱりあの時代だから浮かんだアレンジだったり音色は確実にあると。そうですね。だからガンダーラもね最初からもうちょっとこうこの世界と違う世界のイントロを考えて、まず滝川の曲が僕のところに来てマイナーの曲が来てるんですよ。でもこれをマイナーだからマイナーでイントロつけちゃいけないなと思ってこう、フラットな感じで。これでこういうふうにいいかけね。これは完全そうだし、あの時一番イメージに思ったのはね、特にニューヨークから見たカリフォルニアの青い空をこう想像するんですよ。そこにはもっと自由があるんじゃないかな。そのニューヨークが大敗的なニューヨークをイメージして、なんかもう灰色で、やっぱりそこにはやっぱりブルースカイっていうのは欲しいじゃないですか。だからガンダーラっていうのはやっぱりそういう意味のユートピアを探しに行くから、やっぱりそういうイメージをいろんなところに持つんですね。金線に触れるっていうじゃないですか。ビルマの盾事みたいなね。だからあの時は12弦を使うんですね。それはまあアレンジの音色を選ぶというか、カラーをつけるというか、それで12弦ギターのイメージなんですよ。これはまあ作曲から編曲にかけてこう考えていくなんですね。学校というお話がありましたけども、ミッキーさんは2年半にわたってバークリー音楽大学でそれこそ留学をされていらっしゃいましたけども、バークリーで学んだ大きなことって代表的なこといくつか挙げていただくとしたら何だろうなっていう。一つあります。理論は学ぶものじゃなくて自分で作っていくものだということをバークリーで学んだんですよね。だから自分で作っていくという。だからこれって西遊記のお経と同じですよね。三蔵法師が取りお経をね取り行ったんだけど白紙の門を持ってきて、それは最後にその自分で書くということ。いろんなそのスケールとかメソッドみたいなものを学んで吸収したところから新しい自分なりのメソッドが生まれないとやっぱりその先には進めない。だから本当は学校でそういうことをちゃんとこう伝えていかなきゃいけないんじゃないかなと思うけど、でもほとんど理論を教えてばっかりで終わっちゃうじゃないですか。でもその先が大事なんだよね。その中から自分でチョイスできるかっていう、自分の好きな和音は何かとか好きなスケールは何かとか。メソッドのその先
っていうところは、あとやっぱりご自身なりのメソッドを作らないとその先に進めないっていうところはやっぱりすごく音楽だけじゃなくて全ての仕事に通じる話かなと思いますね。ラッキーなことにね、ちょうど21歳か2歳、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、なんかね一個のモーメントがあったんですよ。それはきっとアプローチを完全に分かったんじゃないかなと思って、それが意外と早いうちにこう分かったからきっと楽なんでしょうね。でそれ以来ずっと、だからそれはずっと音楽続けてる一つのことじゃないかな。いつまでたってもこう自分がこう消える時まで音楽やってるような気がする。こういうフレーズからこう展開しやすいとか、ミッキー吉野ってこういう曲の構成好きだよなとか、このコード結構ミッキー吉野って好きだよなみたいなことで言うと、ミッキーさんの特徴って何か挙げていただくことってできますか？例えばじゃあ僕がインプロビゼーションをやるときは使うのはペンタトニックスケールっていうのが多いんですよ。要するに、ドレミソラド。これだと本当に中国っぽいでしょ。これをうまく使うと全然変わってくるんですね。これがもっと垢抜けてくるね。とか、だから簡単なこういうやつとか、だからそういうのが僕は一番得意なのかもしれない。だからリーハーモナイズっていうんですけど、普通のままじゃなくていろんな音に変えてってしまうというか、何色が見えるかとかいう話になってきちゃうと思うんだけど、まあ、決してオカルトではないんですけど、本当にこう感じる淡いもん感じて、ぼやっと見えてきたのがはっきりしてきたりで、それがイメージがちゃんとこうくっきりするわけで。色っていうことが一つすごくやっぱり大事だなって今日お話を伺ってと思うんですね。ミッキーさんが見る青、ミッキーさんが見る黄色、そしてそれが表現された音が音楽を通してまた違う黄色に今度僕らには伝わってくる。なんかそこがやっぱりインタビューもそうだし、やっぱり音楽っていうアートに触れることの一つ楽しさなんじゃないかなと思うんですね。いやそうでしょうね。僕その5段を作ろうと思った時、もうイメージカラーはもう本当のオレンジの大体色っていうかさ、なんていうんだ、そういうのがやっぱり最初からあったですよ。もう本当にオレンジでもう太陽のようにこうとかで、やっぱりグループやってると特に毎日こう考えるんですよ。必ずその色っていうのがね大事だなと思ったですね。で逆に言うと音は見えないんだよね。それを色に変換していくには自分の中でしかないし、だから同じじゃないですか。こう感動もやっぱりそれぞれの人に感動があって感激もあって、正しさっていうのは一人一人違うわけで、でもその中でどうこう音楽っていうのは大事なのはどうアンサンブルさせるかとかいうとこだから、だからそれぞれの色であり、人が持ってるいろんな色が混ざっていいものができたり最悪になったりとか、だから音楽の楽しいとこはそこかな、やっぱインスパイアされる出来事っていうことでいうと、やっぱり社会的に大きいのは、ね、長引いちゃってるコロナっていうことになっちゃうんですけども、このコロナのムードっていうのはミッキーさんのその創作活動の中で今影響だったり影を及ぼしたりっていうことについていかがですか？り。だってこんなにうちにいたことないですよね。僕なんかでも小さい時から雨の日も表出てっちゃうような子だったから、でもこれがもう1年以上ほとんどうちにいて、でもやっぱりここの中で一番分かったことっていうのは、やっぱり本当に自分で決めなきゃいけないんだろうなということかな。今一番大事なのはそれぞれが、自分のディシジョンを持つということじゃないかなと。ここを生き抜いていくっていうのは今まで行ったこともないぐらい部屋ないしそのスタジオないしそのお家の中にいらっしゃるミッキーさんですけども、このコロナ中に曲を作られたりとか、ちょっとデモトラックを作ってみたりみたいなことはされてますか？そうですね。でそれがね
昔みたいにいっぱい曲書こうとかそういうのはないですね。ただなんか例えば昨年も五醍醐の浅野っていうギタリストがいて、彼が亡くなった時その時にやっぱり曲書いてるんですけれど、それは亡くなったから書いてるんじゃないんだよね。亡くなる3日ぐらい前から何かを感じて書いてるんですよ。だから先にそういうもんっていうのは、音楽っていうのは思いっていうのは先にあっていくんだろうなと。自分に意味がなければやんないと思うので、それが割と自然なことであって、いろいろありますね、これはね。だからそれね、いろいろっていうのはこれはカラフルだから、いろんな人生いろいろですから、だからカラフルなんだよね。でも故郷を迎えてもまだまだじゃあ音楽でやりたいこと、これからやりたくなること、表現したくなることはもういくらでもありますね。誰かと会えばそれが出てくるんだよね。でだからきっとみんな人間ってみんな才能なんか持ってるじゃないですか。だから才能は枯れないんだよね。だから絶対それを開花してくれる人たちっていうのがいて、だから出会いが大事だと思うんだよね。今日はたくさんお話をいただきました。次回もまたよろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。よろしく。ありがとうございました。